ちょっと上げて、うぐ、うぐ、たるみ、いらん。あっち行け。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょってね、後ろまで持っていくのよ。うわあら。こんにちは、うりうりばあちゃんです。私ね、すっごい冷え性だったの。冷え性ってね、辛いんだ。もう末端はね、冷たくて、冷えは万病のもとと言うでしょ。治したいとね、ずっと思ってたんだけど、体温がね、36度ない時もあるし、あっても36.3とか4とかね、5度超えてたら、嬉しいと思うんだけど、それは風邪ひいた時だ。そのぐらいだったのよ。だけどあんまり何もしないでずっといた。今回すっごい肩こりがひどくなったの。朝一の疲れだと思うんだけど、ずっと今に至ったの。私はもともとね、肩こりがすごくて、多分ね、この肩こりはまぶたが垂れてるせいだと思ってた。で、眼瞼下垂なの。普通のお医者さんに行くと、そんな手術するほどじゃないって言われるんだけど、結構垂れてて、自分で見てわかるの。眼瞼下垂すると肩こる。多分これ眼瞼下垂のせいで肩こってるんだろうなと思って自分で思ってた。両方垂れてるんだけど左目が垂れてるのは気にしてて、眼鏡かけてるからね、あんまりバレなかったとは思うんだけど、そしてこの夏がね、朝一で疲れて肩こりがね、すっごいひどかった。もう気持ち悪くなってきて、これはもうどうにかしなきゃいけないと思って、お医者さんに行っても肩こりってそう治らないでしょ。だからマッサージ行きたいなと思ったら整骨院。だけど私鍼灸っていうかね、針やるといいんじゃないかなと思って、で鍼灸と整骨院とやってるとこを近くで探したんで、そこ行って2回か3回行った。たらね、だいぶ良くなった。ただそこがね、冷え性の治療と美容針をやってたの。もう私って好奇心旺盛だから、美容針をね、冷え性はもう切羽詰まってるからやりたかったんだけど、美容針があった。美容針やりたいと思ったの。いい機会だから、美容針をやって、冷え性の治療と自律神経改善、冷え性と自律神経は一生ワンセットみたいよをやってもらうことにして週1通い出した。鍼灸院での治療は冷え性改善は吸い玉ってこのぐらいのガラス瓶みたいな、そこを温めといて、こう背中とか足とかにグッとくっつけて吸引するみたいになってて、それからお腹に電気を当てるのね、ベルトみたいな。それからお灸をね、背中とか足とかにやるんだけど、その自律神経が血流のコントロールをしてるみたいなの。自律神経を正常に整えることが冷え性においてもすごく大事なことなんですって。ここはこのくらいします。詳しく知りたい人は AI に聞いたりググったりしてください。この治療はあくまで体の土台作りで、自分の家ではごぼうとか生姜とか紅茶とか洋の食物、体を温めるものをなるべくとって、冷えるものはなるべく取らないようにした方がいいと思うよ。血流を良くする運動や筋肉をつけることも大事だ。自宅でできることを日々積み重ねるのが大事だと思います。今回ね、治療してよかったと思う。意識が変わったから、治療してるんだからもっと自分も頑張らなきゃって気になって、家で腕立ていつもしてたんだけど、もっと気持ちがね、腕立て伏せは筋肉がついて冷えにいいとかね、そんなんも考えるようになったからよかったと思うよ。それで年齢を重ねるごとに体をいたわらなきゃいけないって最近ね、強く思うようになった。いろんな意味で若い頃とは違う。無理もできないし、ずっと冷えてたらまずいし、冷やさないようにしようとかね、体を温めることをすごく考えたりするようになったから、すごく良かったと思う。大事よ。冷えの治療始めたじゃないですか。それで5回今経ってるんだけど、やっぱり4回とか5回目だとかからね、体温測ってたら、今ね、36.4 度とか5度とか、今まで朝測っても36度なかった時がよくある。36度ない、困っ
ったな、そんなに低くっちゃ生きていけないよなとかがっかりしてたのよ。高くても 36.3 度とか、いや今日のうちの何時かはある時あるのよ、36.3 度とか。はあ、36.3 度ある、いつもこのぐらいあるべいいのになとか思ってたの。今いつも平均体温が 36.5 度ぐらいになった。そして治療院では冷えの治療をプラス顔や頭のツボに美容針をしてもらうようになったでしょ。美容針は顔の局所の血流と筋肉の活性化を促すそうですよ。そこでね、お家でやりなさいって言ってリンパマッサージを教えてもらったんです。私もリンパマッサージとかよく知ってなかったよね。で、今回はリンパマッサージしろって言われてよく調べたら、リンパってみんなご存知かもしれんけど、私はよくよくは知らなかった。体中に張り巡らされているリンパ管っていうのがあって、その途中にリンパ節っていうのがあるんだって。そのリンパ節液から血液の不純物を取り除く働きがあるんだそうですよ。だから血管から出た不純物がリンパ管に行って、それがこうギュ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 って流れて、そのリンパ節から出るんじゃない？リンパって大事なのよ。流すのってリンパの通りが良くないと不純物が流れていかないんじゃない？不純物を流しやすくするんじゃない？特にリンパ節をよくマッサージしてやると不純物が流れやすいんじゃない？そのリンパ節は体の中に300から800もあるんだって。主なリンパ節は8個。そしてリンパ節をマッサージしてやって働きを良くするんじゃない？不純物を流れやすく。そうすると血の巡りが良くなってお顔のたるみなども取れるみたいですよ。だからじゃないかな、痩せたって言われた。多分顔のむくみが少し取れたんかもしれない。ではリンパマッサージいきましょう。まず両腕を回すんだって。でね、この前インスタで見てたら手のひら上にした方がいいって言ってたよ。なんかこう何だったか忘れたけどかしら。とにかくと上向けた方がいいんだって。だから上向けてやるよ。こうやったらここもリンパ節あるからね。そして鎖骨にある鎖骨をね手でマッサージする。それからこの両脇ね、リンパがある。これもこうやってね、よくやる。ちょっとでもいいんだけど、いっぱいやってね、あんまりいっぱいやっちゃいかんかもしれない。まあね、でこの耳の後ろの骨の下あたりにまたあるらしいから、こうやってね、この辺もよくマッサージしましょうね。はいはい。リンパは皮膚のすぐ下を流れているんですって。だから強く押さなくても大丈夫。優しく流すように、もうそれだけで血の巡りが変わって顔のむくみも肩のこりも軽くなるんです。リンパ終わったでしょ。首もこうやって下ろすようにして、でここ鎖骨に行くじゃない、ね、ここまで終わったら次はシワ取りと、あんまり近づくとババアなんですね。私このおでこにシワがある。まずおでこのシワ、こうやってね、本当はねアイロンかけるみたいに伸ばせって言ったら、いいわ。こうやっておでこのシワをこうやって伸ばすじゃない。伸びたこのたるみをね、頭の後ろまでこうやって持っていくんだよ。もっとずっと後ろまでね。でやってそうやってね。それで次はちょっとここまでちょっとまあいいわね。それで今勘弁で、ここ私ね表情筋ね、こうシワ伸ばすでしょ。シワを伸ばしてこうシワあっち行け、ウイってこうね、後ろまでやるでしょ。ここら辺のシワちょっとシワいらんぞとか言いながら、うわちょこれで後ろまでってやるんだよ。そしてこうまぶたのたむずっと上げてたるみいらん、あっち行け、よいしょってね、後ろまで持っていくのよ。うわいらんいらんぞとか言って、だけどね、シミってね皮膚の刺激でできるみたいだから、この辺あんまり触っちゃったけど、この辺シミができそうなとこあんまり触らない。そしてちょっと持ってきて、
うち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 ってこうするんだよ。はい、でこっちもそうね。梅干ししばとか、今度ほうれい線にある。ほうれい線もさ、この辺伸ばしてもいいけど、この辺触らないし、うじゃってこっち側で一ぷき引っ張って、チュッチュッチュッ、くるってかけてかけてかけて、後ろまで持ってくるよね。梅干ししば、梅干しをこうやって伸ばしてよ、こうやって伸ばして、ほうれい線のとこまで持って、ここまで来たらこの触らないようにしてこっちのシミになりやすい。やったーって持ってきて、こっちこっちこっち、ちょっとよしよしっと、えらでこの辺もほらこっちがこうやって今こうやって引っ張って、ちょこの辺たるんでる。よし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 、でこの辺をね、こっち下にいいよ、こらちゃんでこっち来て、こっち下いいよ、こらしこうやってよいしょ下でこの辺の梅干しを伸ばしてこの辺出したらこっちよいしょよいしょよいしょ、とにかくねこの辺あんまり触っちゃダメよ。わかった。そうやってまぶたでやってもいいよ。まだね、こうやってこんな顔ならいいなとか思いながらこうやってやってもいいじゃんね。こんなたるみをさようならとか言いながらまたこうやってやってもいいと思うよ。後ろまで。それでね、あとはこう耳ね。耳は先生言われんかったけど、私が勝手に耳引っ張ったりとかいいんでしょ、多分。この辺とかね、やってもいいと思う。刺激になるから、この辺パッパッパッってタッピング。これだい。頭皮と頭蓋骨と話をする。これ私楽しみです。これでこれがね、血流良くなるんでね。先生がやれって言ってたこれ、こうやって頭皮と頭蓋骨を離すの。なんとかから獅子じゃない、なんかみたいな。いちご獅子やなんかちょっと大変だけどちょっとごめんね。こんな顔で失礼します。こうやってこれ大事みたいよ。これね、いいみたいよ。血流がよく。わかった。皮膚は顔も頭も全部一枚につながっているんだって。とにかくたるんだ皮膚は頭の後ろに持っていけばいいみたいよ。やってね。頭皮が硬いと顔の筋膜も引っ張られて、でたるみむくみの原因になる。だからこれを頭蓋骨から離すようにして緩めて血行を良くするのはすごく大事みたいな。これをやるだけでも顔のだからたるみとかにもいいんじゃない？これやってたら私みたいに早くは反応しないかもしれないけどいいと思う。まぶたの垂れもなくなると思う。そして足とかもやるんだけど、手まではやっとくから。まずちょっと何回かやって、これあんまりやりすぎて私ね、この関節悪くしたからあんまり今やれない。ね、ほどほどじゃない。私って何でもいっぱいやりすぎになる。で、その後はこうやって、こう下から上もね、で、こっち側もこうやって脇へ持ってくる。ね、リンパを流して、こっちしてリンパ下とかもね、鼠径部とか、またこれは今度にしましょう。上半身で今日はね行きます。ここまでにしますね。髪を整えて、ブラシでも持ってくれる。まあいいやね。はい、ちょっと髪変だけど我慢して、なんかちょっと恥ずかしいよねこんな、まあいいやすいません。ちょっとブラシで溶かしたい気もするけど、今日はこれで。今はトータル5回やってるんだけど、その時は4回やった時に左まぶたがね、ほっと見たら垂れてるのがほとんどなくなったのっていうのは、まあ大体こんなもの。まだね少しはまぶた垂れてるよ。でも前ほどじゃないよ。で、肩こりしなくなったね。冷え性もさっき言ったみたいに36度になってきて、針も顔の刺激になります。冷え性もいろんなリンパ通りも良くなった血の巡りが良くなった人、顔のたるみとかも、体は全部いろんなこと複合的に重なってあると思うから、体全部を治さなきゃいけない。姿勢とかもそうだと思うよ。良くないと
気力とかも前向きな気持ちとか体の不調とかも関係してくると思うから、今言いたいのは自宅でリンパマッサージや運動とか、それがむくみや血行促進にすごいいい効果があったと思うの。針とか冷え性の対策を治療院でしてもらったことが相乗効果にはなったと思うんだけど、自宅で私が行ったリンパマッサージとか体中のいろんなケアとか食べ物を気をつけるとか、そういうこともねすごい関係するし、それやってなかったら私はまだ美容針やったりだけだとたるみは取れてなかったと思う。でね、高齢の人って私も今まであんまり見てなかったんだけど、私まぶたが上がってつくづくね、いろんな人見たの。この前クラフト行った時に見た。ほとんどの人がねまぶた垂れて、結構みんなまぶたって垂れ下がってるんだなって思った。だから垂れ下がってる人肩こりしませんか？気づいてないかもしらんけどしてると思うよ。見てくれもだけどいろんなことでたるんでるってことはリンパの流れも悪いかもしれないし、そういうことも含めて諦めないで、諦めるっていうかもう気にしてないかもしれないけどやってみてください。まぶたが垂れてるのは年のせいとか思わないで、冷え性も治らないとかも思わないで、顔がむくんでるのもしょうがないと思わないで、このリンパマッサージとか冷え性の対策としてあったかいもの食べるとか陽のもの食べるとかも含めてやってみてください。針とかしなかったら私よりは長く週4回やった時点では結果は現れないかもしらんけど、2ヶ月とかやればわからん。どんだけやったら現れるか知らんけど自信ついたね。鍼灸院とか日本だと身近にちょっとした町とかにもあるよ。それでその鍼灸院とか針やってるとこがどこでも美容針やってるわけじゃないと思うけど、こんな田舎でもやってたんだからやってるとこはそこそこあると思うの。だからもう鍼灸院で美容針とかやってもらうのもいいのかなと思ったとかね。美容針がね、私このやってもらったのが3000何歩だった。そして冷え性もねコースで3回コースでね9800円とかで3000何歩でしょ1回ね。だからと高いわけじゃないし、私だってよ眼瞼下垂の手術して保険適用でも4万何歩かかるんだよ。それでうまくいかないで美容整形だっけ、そういうのとこだってうまくいくかどうかわかんないでしょ。美容整形でやって変になる人もいるし怖いじゃんね。こんなとこブスッと切ったり貼ったりするいやそれで悩んでたのよ。いや怖いなと思ってどうなるんだろう、うじゅとか思ったけど針ぐらいじゃいいとか、こううゆうゆと思ってマッサージ一生懸命やっててたるみが取れたらいいじゃん。だって取れたもん本当に。ほら本当に写真のよりももっと下がってたんだから、声を大にして言いたいよ。皆さんリンパマッサージとか今私がやったやつをぜひやってください。これだったらなんとかなるでしょ。だって肩こりしないし、もう本当におすすめ。このマッサージをやって、それでね冷え性も治ったんだよ。もう今ね 36.5 度ぐらいに平均体温になった。それはね冷え性はやっぱね治療院で冷えをやったのがすごい良かった。それはね私は冷え性の治療を始めてすごい気にして高くしようとか筋肉つけたら、それしない人もでも頑張ってやってみて。温かいもの食べるとか北海道を作ればいい。ごめん今ねどこまで喋ったか忘れたけどメディアがなくなったのよ。それで今入れた。冷え性は鍼灸院に行って治ったんだけど、行かない人は頑張ってやってください。さっき言ったような冷え性ももう週に2回にするとかしてだんだん鍼灸院のはもういいかなと思う。1ヶ月に1回とか3ヶ月に1回ぐらいは針やってもいいかなと。まだまだ分からんけど、だから週1回はやらなくていいかなと思うけど、針はねやればそれだけ相乗効果でいいと思うけど、やらなくてもマッサージとかやればちょっと私よりは時間かかると思うけど、先生も言ってたけどリンパマッサージは少しの時間でもいいからとにかく毎日やるのがね。お風呂入った時でもいいしね、何かの表紙に一日やってないと思ったらやってみてください。きっといい結果が現れると思うの。時間は1ヶ月2ヶ月よりはかかるかもしれないね。わからん。私は美容針と一緒にやったから相乗効果があってこんなに早く出たんだと思うからよかったんだけどの、針やらなくてもこれやってればね大丈夫と。ダメな人もいるかも。何歳になっても諦めないで。71歳の私でも結果が出たんだ。奇跡は起きる。奇跡じゃないのよ。
努力しただけお肌も体も応えてくれるの。自分の努力が報われるっちゅうの。自分の体だから分かりやすいよね。そんなのって嬉しいじゃん。いくらやっても努力してもね、聞いてくれない人もいるじゃない。で、自分のことは自分で分かるし、自分が努力すれば自分が報われるっていいよね。このことに限らないで、悩みも夢もやりたいことも諦めない。自分の置かれた立ち位置でできる限りのことをしてみましょう。温めて、ほぐして、信じる。その繰り返しがうりうりばあちゃんの元気の秘密です。みんな頑張りましょう。自分で頑張ったら頑張った分、きっといい結果が現れると思う。こんなことじゃなくてもやりたいこともどんどん頑張ろう。何歳でもいいじゃないですか。やりたいことはやりましょう。いつも言ってるでしょ。人生は夢とチャレンジでできています。頑張れジジババ、頑張れみんな、頑張れうりうりばあちゃん、頑張るぞね。諦めちゃダメ。やりたいことがあればやろう。夢に向かっていきましょう。じゃあ皆さん、また